にちは、プラムです。ポコアが楽しすぎて生活リズムが終わってしまった三日月プラムです。古くはミロカラスや陰陽、最近だとパーモットとかカミツワラジとか特殊出現、特殊進化のポケモンたちがいるじゃないですか。あれって自力で図鑑を埋めるのめっちゃ大変だと思うのですよ。で、おそらく今回もあるんじゃないか。自力で埋めるの超難解なポケモン。それを踏まえて今回は攻略情報なしでポコアの全ポケモン図鑑登録を目指していきたいと思います。あと生拳を絶対に自力で出します。ケンタと以降推しポケの生拳が出たのは外伝含めてポケモンスナップのみ。レジャーにもブリシャーにも SV にも ZA にもどこにもついでにポケモン GO やポケマゼポケマスとかにも出ていません。つまりポコアとチャンピオンズに出なければ2027年発売のウィンドウェーブに初期内定したとしてもおよそ4年間は推しのゲームでも供給がないということになります。ポコアは対戦システムとかないので技構成が超特殊な生拳を出すのには相性が抜群。これで分かってました。絶対にいる。ということで、ポコアで図鑑の最後の一匹になるまで生拳を諦めない精神と、普通にポコア楽しみすぎるので、ポケモンの生息地や出現方法の情報を遮断して楽しんでいこうと思います。レッツゴー。ここからプラムのメタモンライフが始まるんですね。水に濡れてるゼニガメが。でも最初の仲間はゼニガメなんですね。かわいい。お、図鑑登録された。不思議だね。やっぱ最初は関東語3県なんだ。人影。顔。ということで、ポコアのストーリークリアしてきました。そしたら、クリア直後に初期の場所でカメックスが出ました。これは場所的にストーリークリアしたら確定で関東御三家の誰かが出るって感じなのかな。今出たカメックスも登録されて、ストーリークリア直後のプラムのポケモン図鑑には確定出現か、まあストーリーやってたら自然に出るよねみたいな出現条件が結構簡単なポケモンたちばかりが登録されています。登録数は133匹。生拳はおらず。これ図鑑全部で何匹なんだろうって思っていたのですが、最後から2番目のミュウツーが299番なのでナンバー300までっぽいですよね。絶対ミュウじゃん。ということはプラムのポコア図鑑は残り167匹ですね。半分もいってない。残り167匹を情報なしで集めきります。要するだからミニリ泥水からエクレアが一平海中キラキラこのブロック完全にミュウだと思ってた。映画と近しい喋り方。お、誰の生息地。あ、カブエラーか。よいしょ。同じ種族同じ家に住まわせたくなっちゃう病が発症する。これでへへ。物理的に上から目線すぎる俺様おりる。右脳さんも中央も
免罪です。はい、こちらはずっと紛失していた手押し車が出てきたので、ブーバーの生息地を作っています。いろんな街の収納ボックスに物を入れるのですぐ物が紛失しています。これ本当はストーリーで出現させてる前提の説明ですね。おかしいなぁ。お、エスはヒバニーと一緒の生息地なんだ。鳥とどまさかのおめえ口調。道をちょっと整えていたらパサパサ村の地下に遺跡を発見しました。後ろを向けるとこれハマるアンノーンの柄が見えるので、これと同じところに入れていきます。今までこの謎の石板何に使うんだろうって放置してたんですけれど、現段階でめちゃめちゃナンバー300のあの子っぽいですよね。何回かに分けて設置していこうと思います。マスカイニャンゲンガーのびっくり箱なのに。あ、ゴースト。羽っ子の季節イベントが始まりました。羽っ子、ポポッコ、ワタッコの3匹が期間限定で出現するみたいです。かわいい。イベントのこの追加組は通常の図鑑と別枠みたいですね。今後もいろんなポケモンがイベントでね追加されていきそうですね。楽しみ。各島の環境レベルを上げると解放される家具とかアイテムとかもあって、それが出現条件になっているポケモンも結構いそうなので、一気にレベル上げをしていきます。マックス。この朝のチェックの時間に黄色い吹き出しがたくさんあるとドーパミンが出る。鮮明可愛すぎない？マジャンボ博士の住処を作るというタスクが出現したので、住処を作っていこうと思います。これさ、お宝は4つ何でもいいんだよね。大きな落とし物だったら。統合性がなさすぎるかな。おー、できたー。なんかモジャンボ博士は幸せであってほしいよね。蹴られた。頭突き？めっちゃ雨降ってるけどな。リゾートだから綺麗花とか。アブソルでした。というわけで中間発表。現在図鑑新着は200匹。ストーリーで拾ったけれど持っていないアイテムだったりした生息地をメインに着々と埋めています。生息地も130まで来ています。今のところあるあるなポケモンがクワガノン族のみですが、残り100匹。果たしてナマコブシはいるのか。温泉大丈夫なのか。これヘイラッシャーもいるのかな。
今緊急で動画を回してるんですが、なんと今日の夢島行ってないな。たまに制作地情報あるし行くかって、これはポケメトロだ。寝る前に行ってみたらスイ君がいました。人類のぬいぐるみの夢島来るの初めてなんですけど、これって固定でいるのかな。1回目ストーリーでライコはいたけどスイ君とエンテいなかったから、でもいきなりすぎて登場演出取れなかった。見て見て、ライチ売られてる落とし物が溜まってきたので、これくらいにアイテムと交換してもらっている様子なのですが、なんかポップな数多くないですか？これなんか生息地あるのかなって思って置いてみたら、振られた。こちら名探偵プラキュアアルカナシャドウです。ですね、天才なのでこのメテナのライト、これ並べたらメテナが出てくるんじゃないかという考察のもと並べていきたいと思います。この電気器具系は電気を通さないと基本的に生息地にならないことがほとんどなので、メテナ全部で確か7色だったはずなので、7色全部集めなきゃダメかもしれないですね。この生息地でなんでラッキーじゃないんだろう。どうやって箱に入ってたの？はい、またプチ進捗チェック。現在の図鑑登録数は258匹。かなり終盤に差し掛かってきました。まあここからが本命というか難しくなってくるのですが、生拳への希望はまだ捨てていません。完全に忘れてた。グレーアルムとソーブレーズの鎧があったので、これだけじゃ生息地にならないか。それっぽいもの、いやこれはありそうだよね。よいしょ。ろうそく、あ、これ別の生息地か。チャンネル登録よろしくね。あ、もうちっちゃ。かわいい。あ、なんかいる。プラム学びましたよ。この謎の周りと色が違って囲われている空間には伝説ポケモンがいると、ちゃんとスイ君の時の教訓を生かして登場演出バッチリ撮れました。なんかストーリーでもうすでに図鑑にね友達登録されてるのにミュウツーも出るんですね。おらー、
ゴロ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 。はい、図鑑もかなり持ってきたので、そろそろ明らかにここに山頂がいますよという気配を漂わせている灯火の祭壇、無人発電所、双子の氷室を建設していこうと思います。あまりの広範囲要求すぎて放置してました。ファイヤーが公式で睨みつける、いじられてる。お、絶対エレギア。これ絶対鳳凰が才能集めたらだよね。そんなはずないだろう。まさかの大臣がしてたら化石とか揃う前に謎の石板が最後の1個揃えました。あー、かわいい。あ、寝てたんだ。ミュウとお友達になりました。昨日の夢島に見ついたんだけど、まさかの今日はエンテイがいました。これさ、2日連続で伝説系に出会えたんですけど、名探偵プロキュアアルカナシャドウの推理では、環境レベルとか図鑑の登録進捗とかが出現に関係あるのでは。もしくはスタンプがとんでもなく今豪華なので、これも関係あるかもしれませんね。理由わかる方ぜひコメントで教えてください。予想通り3位の図鑑登録済んだら透明の鈴をゲットしました。すいません、ヘンテイさん。はい、ここに、はい、今、ここしか空いてなくてですね。すいません。罪悪感。ほぼ登録完了。女の子寄りなんだね。ライコも来てくれました。罪悪感。さあ、やってまいりました。進捗発表。登録した数はなんと290匹。ピジョット、エレキット、こちらはニョルモですね。そしてこちらは生コブシとバチンヨニですね。で、ここは月光川1つ目は出ておりますが2個目は出ておりません。そしてここは、生コブシと雪ハミですかね。で、こちらはニャローテですね。で、最後がこちらプテラになります。化石がまだ残っておりますね。ブイズや伝説は全て揃っております。ここからがラストスタート。こちらはエレキッドの住処を考察して作っています。進化のエレブとかがステージ系だったので、この切り株のちっちゃいステージにしてみたけど、使っていないアイテムを使おうと思って、このマイクとかスマホとかスマホ育児ダメそう。化石があとプテラの胴体のみです。めっちゃ今かぶってて、ダージングで探していきます。完成。来ましたー。まさかミュウより後だとは。ということで無事プテラ登録完了。プラも天才なんで気づいちゃったんですけど、これプクリンの生息地ミラーボール関係あるんじゃない？ライブステージを立てて、これ天井ないと置けない。スポットライトをやって、
だいたい小雪は電気が入れますから。ダメか。絶対このミラーボールがなんか月に見立ててる感じだと思ったんですけれど、これでスピーカーもいてよりライブっぽく。来たペクリンでしょこれ。ペクリン来たー。ペクリンちょっと待ってけど、ミラーボールがミラーボール風緑絶対ピジョット関係あると思ってて、作ったこの見た目でポッポ族関係ないはさすがにないと思うんだ。でもこれだけではなくてポッポとかはこれ出るんだけど関係ないか。これ鳥の巣っぽくないですか？風、扇風機、風系、これも忘れっぽいものが片っ端から。どっちもいっちゃうよし。なんでしょうこのカオスは。めっちゃブイズたちに遊ばれております。あ、これもあるんだダメそう。ちょっと餌も置いてみる全然関係ない。忍者掛け軸絶対関係ある。滝修行。もう見た目がそれっぽい。風車、これ手裏剣です。手裏剣で、これは修行で割る岩。でニョロムはとりあえず水草。ニョロトマが温泉だったのでバスタブ。水没。ちょっと待って、水張れないのか。お、持ってる9個の9だからかがり火9個。お、ニャロってきた。全然ニャロって関係なさそう。オンバットとウンマン。なるほど、ここはじゃあ生コムシじゃなくてこっちが生コムシとバチオニですね、きっと。ピジョットもずい出ました。風緑関係なかった。これ生コムシの可能性ないですか？生コア海の掃除を。月光が忍び関係なさすぎない？残り3匹エレキットとこちら生コムシと雪ハミカバチューニ。すごくプラスすると前のに見えるなぁ。残り1匹になりました。ここは生コムシかなって思うんですけれど、まあエレキットの可能性もあるのでエレキットの考察をしていこうと思います。ちなみにこれ本当に生息地探したりちょっと頑張ったんですけど全然出なくて、プラスの前なんから2日経ってます。で今考えているのがこちら、生息地だとこう隣り合ってるもので使っている道具アイテムとかが同じことが多いんですよ。なので
エレキブル族はこの原っぱの色の生息地なので、この生息地の一番上のここから考察していこうと思います。で、多分さすがにエレキットだとしたらこの電化製品が匂うので、この左右の自動販売機とこのゲームの筐体をちょっとこうやって置きまして、この間にそれっぽいもの、なんかエレキットっぽいものを全部置いてって、ちょっとしらみつぶしに調べていこうと思います。ステージだからちょっとありそうじゃない？ダメか。お？え？来た？エレブね、ゴミ箱の？え？来たポケモン図鑑からのお知らせ。すべてのポケモンが登録されました。レシピ。ということで、ポコアポケモンのすべてのポケモンを図鑑登録完了しました。いやー、ここまで長かったですね。ということで、すべてのポケモンの登録を終え、今のプラムの気持ちを吐露したいと思います。せーの。あんまこぶしがいなかった。チャンピオンズウィンドウエイム待ってろよ。結果、全ポケモン情報縛り図鑑登録には160時間かかりました。いやー、大変でしたね。最後のポケモンはまさかの伝説とかではなくエレキットでしたね。ということで、生拳はポコア内定ならず。でもポコアは羽っ子みたいにイベントで実装されていくポケモンもいるみたいなので、夏のイベントとかに期待ですね。そしてポコアは基本的に夢島やらポケモンの気配の光やらで生息情報が手に入るので、冒頭で話したミカルゲとかカミツオロチ、パーモットみたいな攻略情報に捕まえるの無理ゲーなポケモンっていうのは存在しなかったですね。優しい。これはキッズにもおすすめできる素晴らしいゲームです。おそらくキッズにはピクリとも優しくないであろうチャンピオンズが来月配信スタートなので、それまではのんびりポコアの世界でポケモンたちに癒されていようと思います。ということで、ぜひともチャンネル登録とグッドボタン、ハイプ等もよろしくお願いします。おつぱらでした。